はい、それでは始めていきます。はい、最初はお尻歩きからね、スタートしていきます。はい、では保護者の方、足を伸ばしていただいて、はい、お子様は足のね、上か間でね、行っていきましょう。はい、それでは10カウントいきますのでね、お子さんのちょっとこのね、足の付け根あたりを持って一緒にちょっとね、お父さんお母さん保護者の方の動きをね、お子さんに伝えながら一緒にお尻歩きをしていきます。はい、それでは10カウントいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。じゃあ続いて今度はね、後ろにバックオーライしていきますよ。はい、いきます。下がるようにね。下がると引くような感じですね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。それでは今日のね、メインの運動になります。抱っこをした状態からお子様を逆さまにしていくね、逆さまになる運動遊びになります。はい。対象年齢ね、首がしっかり座ってるお子様以上であればよろしいかと思いますが、できたらね、大きいお子さんにもやってほしいんですけど、保護者の方の負担をね、ぜひ考えていただいて、あまりちょっとね、大きいお子さんで大変だよっていう場合お控えいただいて、保護者の方も十分気をつけてやってください。では、まず、お顔、お胸が向かい合う状態で抱っこをしていきます。はい。ちょっとちっちゃめのお子さんとかは特にね、足を少し広げていただいて、ね、胴回りにこう、巻きつけていただくとより密着できるかなと思います。これ密着していただくとね、だいぶ保護者の方の負担減るのかなと思いますので、はい。少し、この辺も工夫していただくといいかなと。はい。腕を、利き腕の方がいいかなと思うんですね、保護者の方ね。利き腕を、この腰回りにね、回していただいて、お子さんの腰回りに回していただいて、ご自身の体の方にぐっと引きつけるような形をとります。はい。で、もう一方の手をね、首元、このあたり、一番ね、大事な場所になりますので、ガクンとならないようにホールドしていただいて、はい。で、ここから、まずは逆さまに、ね、こんな形になります。はい。保護者の方が、こうね、体を前にこう倒すような形で逆さま。はい。この時にね、ここがしっかりホールドされて、ね、じゃあご保護者の方と、ね、お子さんの体が密着している状態をね、しっかりキープしてください。はい。逆さまにした時に結構ね、怖がるお子さんは保護者の方の洋服を掴んだままになると思いますので、もしね、そんなに嫌がらないんだったらちょっとずつこう、手をね、離してあげて、万歳みたいな感じでね、こんな風になれるといいのかなというふうに思います。はい。で、逆さまにしたらゆっくり戻る。はい。それでは一緒に行ってみましょう。いきますよ。はい。せーの。逆さま。イエイ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 。はい。ゆっくり起き上がります。首元のところをぐーっとね、ご自身の方向に引き寄せて、これ起こします。はい。あと2回いきますよ。せーの。逆さま。ピュー。イエーイ。はい。ゆっくり起き上がります。はい。いいですね。あと1回いきましょう。はい。最後。しっかり密着して。せーの。逆さま。イエーイ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 。はい。ゆっくり起きます。はい。これがね、逆さま。普段の日常のね、状態と逆方向にね、していくことで、少し非日常を味わうっていうね、動きになりますね。はい。続いては、お子様の向きをね、反対向きにしていきますので、軽いお子様はこのままね、くるっと向き替えていただいてね、ちょっと重たいよってお子さんは一回下ろしていただいて、向きを反対にして抱っこしていきます。はい。で、あとは同じです。しっかりね、腰回りのところに保護者の方、利き腕を巻いていただいて、反対の手ね、今度は首元というよりはちょっと胸のあたりをね、腕の上からじゃなくて、この脇の間からね、ちょっとサポートしていただくといいかなと思います。このね、腕の位置、こうじゃなくて、こうだよっていうところを少し気をつけてみてください。はい。では、同じようにね、逆さまにしていきます。はい。で、まず逆さまにした状態で、ね、これ、
床が近づいてきますから、お子様にとって危ないの状態になりますね。もし手がね、逆さまにしていった状態で出たら、もちろん手でしっかりね、こう支えた状態で止まるっていう状態になりますし、もし手が出なかったら、ゆっくり頭がコツンってね、ぶつかるところまで下げてあげてください。はい。で、大きめのお子さんはね、少し距離感あってもいいかなと思いますので、立った状態でもいいと思いますけど、ちょっとちっちゃめのお子さんの場合は少しね、高すぎると少しやっぱ怖がる傾向がね、あるのかなと思いますので、片膝をついていただいたり、両膝ついていただいたりね、ちょっと低いポジションで取っていただいて、はい。で、あとは同じようにホールドしていただいてね、逆さまにして、手が出たら手がついたところまで行きます。で、この場合結構ね、こう下がっていくので、少し先ほどのね、反対向き、こちら向きだった時と比べると、若干体が保護者の方から離れる傾向にありますので、ちょっと保護者の方の、腕でね、しっかり体を支えてあげるってところが重要になりますので、そのあたりだけご注意いただければと思います。はい、それではこちらも3回一緒に行ってみたいと思います。はい、それでは1回目いきますよ。せーの、逆さま、ピュー。お手手がついたら、トン。ね、ここで止まります。はい、ゆっくりお胸を引き寄せて戻します。はい、2回目いきますよ。せーの、逆さま、ピュー。手が出ない。コツン。はい、ゆっくり、こんな風にね、手が出なかった場合は行ってください。はい、それでは3回目いきますよ。せーの、ピューと、上手に手が出た。ナイス。はい、ゆっくり起きます。はい。どうでしたでしょうかね、お子さんの楽しみながらね、こんな遊びができるといいかなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。それではゆっくり最後ね、深呼吸をしていきたいと思います。はい、それではお鼻から大きく吸って、ゆっくり細く吐きますよ、口から。はい、もう一度大きく吸って、吐きます。吐く息をね、お子さんに吹きかけてあげてもいいと思いますよ。はい、もう一回行きましょう。吸って、吐いて、はい、最後ゆっくり大きく吸って、はい、元の楽な呼吸に戻していきます。はい、本日のね、メインの運動は、抱っこをした状態からね、お子様を逆さまにしていくっていうね、運動になりました。実際、運動を抱っこから逆さまにするものに関しては、お子様に対しての運動というところにね、要素、体を動かすっていうところ、要素はすごく少ないかなと思うんですけども、なかなか体が大きくなって大人になってね、逆さまになるって、そうそうないですよね。ほぼもう逆立ちをするぐらいしかないのかなと思いますけど、そういった意味でもやっぱり体がちっちゃくてお父さんお母さんがね、保護者の方が上手にサポートできるしかできないような遊びっていうのはね、ぜひぜひたくさんやってほしいなと思うんです。で、特にこの逆さまになるっていう状態っていうのは、通常座ったり歩いたり、もしくはね、ハイハイしたりっていうところと、逆さまになるっていうのがね、こう日常の逆の状態になりますから、日常に対して非日常状態を作ってあげるっていうことは、すごく感覚をね、養うっていう意味で、大事なのかなというふうに私は考えてますので、最初のうちはちょっとね、怖くて泣いちゃうっていうお子さんもいらっしゃるかもしれないんですけど、慣れていくとね、本当に楽しく喜んでやってくれると思いますので、もちろんね、怖がるお子さんを無理やりね、強く強制したりとかっていうことは必要ないですけども、ちょっとずつ慣らしていくっていうことで、ぜひぜひこの抱っこからの逆さまっていうのをね、やっていただくといいかなと思います。もし柔らかめのね、マットとかお布団みたいなものとか、なければバスタオルを少し折り重ねてでもいいかなと思うんですけど、お父さんお母さん、保護者の方がちょっと慣れないうちは、こういったものを先に用意しておくと、より安全性が高まるのかなと思いますので、その辺もね、ぜひご配慮いただいて、
結構対象年齢大きくても喜びます。保護者の方が体を痛めない、腰をね、お気をつけいただきたいんですけど、痛めない限り、小学生でも十分楽しくできる運動だと思いますので、ぜひぜひ、大きいお子さんにもやってあげてほしいなと思います。もしご兄弟がね、いらっしゃれば、ちっちゃいお子さんだけじゃなくて、お兄ちゃんお姉ちゃんもね、やってあげるといいかなと。はい。で、逆さまになるパターンとしてはね、最初はこちらからいきます。この場合はお父さん、保護者の方のお顔が見える状態から、逆さま、文字通り逆さまになっていくんですけど、逆バージョンね、2番目のパターンに関して言うと、今度床が近づいてくるよというね、これ子供にとってはちょっと危険な状態、危ないの状態なので、この状態でちゃんと手がピッとね、つけるっていうのは、転んだ時にちゃんと手を出すよっていうね、ちっちゃい子にとっては、ちっちゃい子だけじゃないですけど、すごく大事な、危険回避の運動にもなりますので、そういった意味でも非常におすすめと言いますかね、すごくたくさんやってほしいなと思ってるんですよね。本編でもね、ちょっと言いましたけども、もし手がつかない場合っていうのは危ないんだよっていうことで、もちろん優しくですよ。優しく頭がね、床にコンってね、ぶつかっちゃうんだよ、手が出なかったらっていう風にちょっと教えてあげるっていう意味で、ぜひ下までね、下げてあげるといいかなと、ね。はい。で、もちろん手がついたらピシッとね、支えた状態で、上手にできたねっていう風にね、ことで褒めてあげてください。はい。で、慣れてきたらちょっとずつね、前にぐーっと行くスピードを少しずつ速くしていただいても、お子さん十分楽しめるんじゃないかなと思いますので、こちらももちろんね、お子さんがもう手つくからと思って安心せずに手が出ない場合もありますから、安全面十分ご配慮いただきまして、ね、楽しく、ご家庭でやってみていただければと思います。はい。それでは、Have a good day!